私自身もやっぱり在日として一応プライドはありますから、誇りは。こう日本で生まれてなぜ在日というか差別されなきゃならないんだと。でどこかでこれをなくしていこうという気持ちはずっと常に持ってました。ウリ・アボジは、10歳の時に日本に渡ってきてます。だから1世ですね。原ボジとその兄アボジの兄さんですね。兄さんはその 2,3 年前日本へ来てたらしいです。福岡、田川郡金田町っていうんですけど、いわゆる炭鉱の町なんですよ。で石炭が、あの頃石油とエネルギーが入れ替わるあたりの中で石炭の炭鉱が全部閉山になっていたんです。だから閉山になってきた関係で、アボジも九州から福岡から出てこざるを得なくなった。一番最初私が小学校3年生ぐらいの時に尼崎にいっぺん行ってます。尼崎で住むとこがいろいろなくて、でウトロに在日の集落があって、そのハンバート、今のウトロの前のウトロの形で、そこへ在日がたくさんいるよというところで、その中にやっぱり我々は日本の中で暮らしてるより在日の中で暮らした方が暮らしよい。みんな同胞が周りにいるからという意味で、ウトロへ引っ越してきました。ほとんどこうレベル差はありましたけど、生活差がありましたけど、ほとんど皆さん貧しかったと思います。その日暮らし、割とそのウトロにいる人たちっていうのは、その頃半分以上の人は京都飛行場建設工事で働いた人、昔の飛行場建設工事で働いた人たちがそのまま、飯場に住み続けたというあたりがありますから、私たち新参者っていうのは割とこうつながりがないです。ウトロの中でのその交流っていうのはやりにくかった。でやっぱり長年住んでたからつながりはできていきましたけど、いきなりは無理ですね。だからウトロに住んでるその同級生たちの中でも町村発給した人も何人かいます。だけど、近所がそこ西宇治中学校ですから、そこへ行った人が多いですけど、でその朝鮮の差別ですね、いじめは私の5年ぐらい年上の人は結構やられたみたいです。だけど私の時はほとんどそれなかったです。というのは日本の学校の先生方の教育がそういう差別をしちゃいかんという形で浸透していったからだと思います。みんなのその周りの生徒たちの家庭の中にはいわゆる朝鮮人っていう意識はみんな持ってましたね。でその頃やっぱり部落民の問題もあるじゃないですか。日本の部落と同じぐらいのそういう意識はみんな根元で持ってましたよ。ウトロの問題っていうのはだから生活が苦しいぐらいでしょう、皆さん。だから飛行場建設工事もなくなったし、その日暮らしの土方仕事へ行く人がほとんどだったでしょう。それ貧しいっていうのは、貧しい人はずっと貧しいところもあったし、でどちらかというとお金を貯めるとウトロから出ていくんです。で出て行って家を建てたり、そういう会社で人口はどんどん減っていくんですけど、そういう形で貧しい人たちはウトロへずっと残ってたというあたりがありますね。だけどそんなにそのウトロで不自由というかそういう思いもなかったし、もともとそのウトロを出ていく人っていうのは在日から逃れたい、離れたいで帰化するとかいろいろな手段ありますけど、親父自体もそういうことはあまりしなかったし、私自身もやっぱり在日として一応プライドはありますから、誇りは。
それをない人はやっぱり出ていきます。いい悪い別にしてね、とにかくこう日本で生まれてなぜ在日というか差別されなきゃならないんだと。でどこかでこれをなくしていこうという気持ちはずっと常に持ってました。高校生自分に、日韓併合はもっと以前か、朝鮮籍から韓国籍へ国籍を変えるのがずっと多かったんです。その中で、私がそのウトロ問題が始まる前に指紋押捺の問題があったんです。該当症にいわゆる指紋押捺という形で指紋取られるんです。それを反対するという形で皆さん運動してたんだけど、もうそこには私はついていけなかった。生活自体が脅かされる恐れもあったから、そういう恨みを持ってたあたりがあって、でとにかく在日のために何かしてあげたいなという気持ちが常にあった中でウトロの土地問題が発生したんで、これが私のすることだと。先輩たちがいっぱいいましたから、もともとウトロに住んでた人たち、その人たちがどうしようという形でこう悩まれる迷ってるというあたりがあって、我々の頃はディスカッションが非常に盛んでした。で全学年の学生運動が一応終わった、高校自分に終わりましたけど、その名残があって、非常にその集会だとかそういうものに非常に私自身慣れてたんです。私の役割がそういう取りまとめ役。それともう一つはウトロを守る会という形でウトロの土地問題に対して非常に関わりがあったという形の中で、その人たちと一緒になってこれをなんとかウトロを守っていこうという運動ですね、町内会活動を始めていったというくだりです。ウトロを守る会とウトロの問題を解決するために我々は2つの方針を立てました。ウトロにとりあえず住んでる在日の人たちが住めるようにすること。でもう一つは、ウトロの問題がなぜ起こったか。在日の歴史を通じて、いわゆる植民地政策から戦争までという話ですよね。そういう政策の在日の歴史を通じて戦争反対という運動をやっぱり在日の歴史を通じてみんなに訴えていこう。そのために建物を建てようと、歴史記念館的なものを建てようという形で、この2つの方針の中でやって、一つは解決しました。ウトロの平和記念館、平和記念っていうね、祈るという字ですよね。記念じゃなしに祈るという形で、僕としてはあの建物は在日だけのものでもありますけど、反戦のための中心拠点と今後もなっていってほしいなと。いわゆるそういう趣旨がもうウトロの問題の運動としてはその2つの運動があったんです。だからどんどん帰化していきますし、で今のウトロのこの市営住宅52軒あるのかな、中の半数ぐらいの人は全然もう2世3世というか子供たちで、僕顔知らない人が10件ぐらいいますわ。そうなかったら大概ウトロの人は分かるんだけど、だからお父さんお母さんの名前聞いたら分かるんです。だけどそれまで分かんないという人たちがいるあたりがありますね。で在日自体がどんどん希薄していく中で、今後はどうなるかという、ウトロという名前っていうのはもうなくなっていくんでしょう。3世4世5世になったら。でただ平和記念館に象徴されるように反戦のそういうエネルギーは残してほしいなという気はします。戦争はいかんです。いつまでこの戦争をやってるんですか。そんなことを我々進歩あまりしてない、そういう意味で言えば。だけどそういうことは皆さん今後とも頑張って一緒に取り組んで、
少しでも住みやすい社会を作っていきましょうと、そういう願いですね。はい。